皆さんどうも、こんにちは、まゆです。今日も動画を見てくれてありがとう。私、日本人の中でもかなり早口な方なの。今日は私がいつも喋ってるこのスピードで撮っていくね。今日のテーマは、退職代行について。みんな、この新しくできた日本語、退職代行って知ってる？退職っていう言葉は知ってる？そう。会社を辞めること。会社を辞めることね。代行は誰かに他の人に自分がしなきゃいけないことを、頼むこと。買い物代行とか、宿題代行とか、いろいろなサービスの代行サービスがあるんだけど、この春、利用者が増加したのが退職代行。つまり、会社を辞めますって自分の代わりに言ってくれるっていうサービスなの。そんなのあるのって思った？みんなの国にもある？日本では、去年かな、結構、ここ2、3年で出てきたサービスだと思うんだけど、この春に利用者が増加しましたっていうのがちょっとしたニュースになっていたの。やめますって言いたいんだけど、なんかちょっと言えないみたいな経験って皆さんもありますか？職場でもう今すぐ辞めたいな、なんか上司怖いなとか、嫌な先輩いるなとか、なんかもうすごいお客さんからもうきついこと言われて、もう嫌だ、辞めたいってなった時に、なんだか言い出せないってなったことありますか？そういう時に自分が言い出せない代わりに、そのサービスの人が会社に電話をして、もしもし今日付であなたのところに勤めてるまゆさんは仕事を辞めますっていう風に言ってくれるっていうサービスなの。で、私も学生時代のアルバイトした時に、店長の人がちょっと怖くて、もう嫌だな、行きたくないな、辞めたいなって、もやって思ってるんだけど、なんか勇気が出なくて、なかなか言い出せないっていう経験がありました。だから、アルバイト時代だったら、ちょっと使ってたかも。もし、その時代に、退職代行があったら、もしかしたら私も使ってたかもしれないなって思います。で、最近では20代から30代の若い人の間で、この退職代行が人気になっています。理由はいくつかあって、一つ目は日本の会社の文化です。日本では辞めるときは自分できちんと上司に言いましょうっていうマナーがあります。あと、周りに迷惑をかけてはいけない。迷惑をかけるようなことをしてはいけないというような風潮もあります。だから、自分がいなくなることで、今すっごく人手不足、全然働いてる人が少なくて足りないのに、自分が抜けたら、この職場が困っちゃうんじゃないかなっていうことを気にして、なかなか言い出せないっていう人もいます。で、そういうことを、なかなか言い出せないなとか、嫌な職場で自分の精神がすごく病んでいるのに言い出せないってなると、大きなストレスになっちゃうんですよね。あとは最近の日本の価値観の変化です。昔の日本って、会社のために一生懸命働くことが美徳とされていたの。すごくいいことだとされてたの。日本人といえば、我慢強いみたいなイメージありませんか？昔の日本の CM で、365日働けますかみたいなことを歌ったCM もすごく話題になりました。でも今だったらもうそんなのありえないんだけど、昔は会社のために一生懸命働くのがサラリーマンだみたいな風潮、文化が日本にあったんですよね。でもそれがだんだん今時代が変わって令和の時代になって変わってきていて、自分のプライベートを大切に、仕事はそこそこに自分の考えや時間を大切にしたいと思う人がとても増えてきました。これはすごく自然なことだし、私も好きな考え方です。そのような中でこの退職代行というサービスが近年生まれてきました。日本では4月が大学を卒業して新入社員として新しい会社に入る季節なの。だからこの4月に入社してもう次の日とか次の次の日とかになんだか思ってた会社と違うってなって退職代行のサービスのところに電話する人がとても増えたよというのが今回ニュースになったんです。退職代行の人によると依頼が来るのはだいたい朝の時間が多いそうです。夜寝る前に明日も頑張ろうと思って夜寝るけど朝起きたら
やっぱり無理だってなって、依頼の電話をかけてくる方が多いそうです。これはなんかすごく理解できますよね。夜はなんか一生懸命頑張ろうって思うけど、朝は心がこう自分に正直というか、朝からやっぱり気力が湧かない。で、朝に気力が湧かないっていうのは結構元気がなくなってる状況だと思うから、やっぱりその時にもう行きたくないってなって電話をするっていう人が多いそうです。これは聞いて納得だなと思いました。で、辞めたい理由は様々で、本当に心がね、こう病んでしまって辞めたいって思う人もいるんだけど、今回、これがなんで日本でニュースになったのかっていうと、そんな理由でも辞めたいのってなるのも結構話題になったっていうのがあって、例えば、朝会社が始まる前にラジオ体操をしたのが嫌だったとか、ラジオ体操っていうのはなんかこういう日本のもうちっちゃい頃から学校で習ったりするみんなが知ってる体操なんだけど、それを就業時間、こう仕事が始まる前の時間にやる会社っていうのが、たまにあるんだよね。で、それがもうすっごい嫌だったからやめたいって言ってきた人とか、あとは休み時間以外にスマホを触れないっていうのが嫌だったとか、仕事が5時で終わるのに5時5分まで5分ね、5分残業したのが嫌だったっていう理由でやめたいって言ってきてる人がいますというのもニュースになってました。これ聞いたとき皆さんはどう思いますか？いや、そんなこと別にやめる理由じゃなくないって思う人もいれば、いや、嫌だよねってなる人もいると思うんだよね。で、私は、それぐらいは別に嫌じゃないけど、でも自分にとっては嫌じゃないけど、ある人にとってはすごく嫌になってしまうことって、あると思うんだよね。だから、一概にそれが甘えてるとか、最近の若い子は根性がないとか、なんかそういうことはあんまり思わないかな。でもニュースになるぐらい些細なことであるっていうことも納得がいきます。あと、日本では本当にそれぐらい我慢しなよみたいな空気がちょっとあるんだけど、海外ではどうですか？意外と、いや、そりゃなんか仕事始まる前にみんなで体操するなんて嫌に決まってんじゃんとか、あと、5時に仕事が終わるのに5分残業させられたことが嫌だ。それは嫌でしょ。当たり前でしょっていう考え方もあると思うんだよね。皆さんの国ではどこまで頑張るのが当たり前で、どこまで頑張らなかったら甘えとかダメだみたいな空気になるのか、ぜひコメントで教えてほしいなと思います。今日の話はどうでしたか？また日本のトリビアニュースを通じて、こういうちょっとしたニュースですね。ちょっとしたニュースを通じて日本人の考え方や価値観について配信していきます。チャンネル登録よろしくお願いします。いいねも押して。またねー。